今日はですね、ご覧のように重力を下の方へ、できるだけ持っていくのにはこっちを切って押さえなあかんということですね。でその辺の調整をしながら最後に金網釣りをやって皆さんにそういうこと技っていうんですかね、私の技をどういうことをやってできるんかなという手順を見ていただければと思っております。磁力調整剪定、それをご覧いただければ、まずはこれ、4年生で、最初に株分けするじゃんね、株分けして植え替えをね、刺し目がつくと翌年私は春に植え替えて、でその後の作業としては、まずほっとくほっとくってねじり上げてまっすぐにする、これが一番の。だけど、今までの間に植え替えっていうのはしてない、植え替えは刺し目が1年目は植え替えするでしょ、それから2年目にねじり上げしてたくさんバーッと出てくるわね、その時も植え替えるよね、それから3年目も植え替えるんですよ、完全に枝が全部四方八方には出てこないもんでね、もう一遍その磁力を上げるためにもう一度植え替えて肥料をやる。植え替えるっていうのはいつもやってるみたいに根っこを細かくさばいて切って、で余分な根の走りがないかどうか、で太い根が1本か2本でボーンとほっとくと強い根が出ちゃって、立ち上がりがうまい四方にうまく広がらないということだもんで、そのための植え替えだね。そういうことを繰り返すっていうのはあれだけど、目的に応じてね植え替えは必要ですし、あまり大きい鉢にして3年か4年植え替えなかったっていう人は多分根の状況が失敗することが多いですね。失敗っていうのは枯れるっていう。いや枯れるまではいかんけど片根になっちゃったり、片方にぐーんと根が強くってこっち側はあまり、根元がどういうかな力がないというのを片根っていうんだけど、一本の直管の場合の本当の味がなくなるね、直管って言って難しいけどまっすぐに上へ伸びるには四方に根ががっちりとあると力強いわね、そういう樹形でのやっぱり約束事がいろいろあるんですけど、それは日当たりが良い悪いっていうのは、いやその辺もある。鉢回しが必要だったとか、枝が出にくい途中で絞り上げしてもう出てこない、一方的な片方だけしか出てこない場合もあるがね、枝が、そういうのも根も影響してるかもしれない。そういうだからその時は鉢回しっていうのは鉢を回して、日の当たり方を調整するっていうことでいいんだよね。それが鉢回しだな。私の場合は本数が少ないもんでね、失敗しないようにほとんど全員優等生に、するための努力はかなり皆さんよりはしとると思います。それはそれでいいんだけど、理屈だけは覚えておいてほしいね。こうした方が成功の率が高いよっていう、一本完成させるためにこういう作業が必要なんだということが分かっていただくと私もありがたい。何でもいいで、自然に形がという人は誰もいないだろうけど、いい木を作ろうと思うとやっぱりそ
それなりの努力が必要ですね。で原因追求も必要ですけど、やっぱりこういう剪定とかそういうことが基本ですのでね、植え替えも、それから針金掛けも、大体この作業私が1日に4杯ぐらいこうやってやって針金掛けはね、30分から40分で終わるんだけど、この作業は1時間半から2時間かかる。意外と気を使いながらっていうのか、全体のバランスも考えながらやるで、ちょっと時間がかかるんですよ。この時にはもう枝をどこにどうしようとかっていう、ある程度考えとらなあかんな。じゃいらないっていうか、枝も切り落としたりっていうこともしたり。そうその方がいいね。じゃないと上が頭でっかちに、させんように、下の方へ磁力が行ってくれるような、やっぱり今これだと下の方がほとんどない。で上あまり枝を作っとくと、どうしても力の強いところへ枝がたくさん出てくるでね。でなんだこの辺は力強いで、こういう棚が作りやすいんだけど、下の方は棚がなかなか、これからこういう一本を棚にするんだってな、こういう、だからそれが本当にできるんかという人もいるよ。それが2年ぐらいでできる。1年あくる年はちょっと無理だけど、そういう季節もあるし、やっぱり成長する一番いい時期というのは今頃、気温が15度ぐらいから寒くってもね15度ぐらい、暑くっても28度9度ぐらいまでで30度にいかないような時期が植物としては一番育ちやすい。これが普通これ陽気な人はあるんだけど、切らずに折ると枝が横へ出てくれない、棚になってくれない。なのでこういうのは棚になるっていうのはこういうふうに棚に、これが棚、ふわっとな。それも最初はさっきみたいな最初これだ、多分去年はこれだったんだ。これもシュッとで取った1本だけど、で今年これは来年これぐらいな、これは来年こういうふうに、で今度これをこういう先っぽをちょっとこういう剪定、上を丸くしとらずにちょっと平らにしてやる。これね、ここら辺どれ切ってわからんって言われるけど、真ん中へ入れてちょっとこうやって押すだけでいいですよ、切るのはな。これで棚みたいになったでしょ。これはきちっとやっとかんでもいい。ここで切っとけば抑えられたような感じになるんでね。でまた来年こっからバーッと出る、この辺もバーッと出てくるという感じね。で来年どうしても出てこんなという時もあるよ。これ
水の加減が悪かったり、ちょっと半日加減が強すぎたり、いろんな条件があるんだけど、そういう時はここができてなかったらちょっとここをこうやって針金かけ、普段の針金かけでこうやって横へ振ってやっとくと、もうすでにこれは今切ってあるから、これから、出てくる。で早くできるよ、その方がな。よっしゃ、こんな程度だな。棚もできそうだな。そうだね。で、この辺が混んでるもんで、この辺ちょっと透かしますわ。こうすると。これだね、上の方を剪定強くするっていうのはこういうことですわ。ちょっとで、まあここら辺もちょっと見とけばいいんだけど、この粘りがまあ去年絵描いた時に一応は見てあるんですけど、やっぱりこの辺のここが一番太いですね。まあこういうのはあるんですよ。こっち側があんまりないけど、やっぱり、正面を決める時は、右の枝と左の枝ちょっと若干、まあ右側下が一番最初1の枝でしたら、左はちょっと1センチぐらい今上がってこれだね。でこれはまだこの辺を太らすために残してある。同じ段階だけど来年切ればいい、そういうことです。でまあこれが後ろの枝になってこう引っ張るとこうなる。OK、見とってください。これはこういうので、これを今から金網釣り、金網を、これは去年植え替えたやつを今、この辺全部やっとるんだけど、やっぱり皆さんは針金釣り、金網釣りっていうのか、それがどうもまだ完璧じゃないな。だからその辺がみんなにやってもらいたい。これ今ここね、ここちょっと指でキュッと押さえただけですけど、これ戻ってこないようにして、で自分の高さ、この枝の高さをここで引っ張って、あんまり急に枝が硬かったら無理やりこう引っ張り下げる必要はないですよ。少しずつやってやるっていうのもいいですよ。これやっぱり生き物だでね、そんな無理やりギャーッと下がりたくないってやつを無理やりやってはいかん。なので少しずつ年にまあ2ヶ月ぐらいしたでもっぺんここだけは引っ張り直したろかなっていうぐらいの気持ちでやらんと、いっぺん引っ張ったから全然もう変えてやらんっていうわけじゃないですね。で若干右行ったり左行ったり、これは
まだ初めての針金掛けですからね、調整しながらでいいですよ。で一番上はちょっとこうやって目ついたり手ついたりするとかんで、こうやって折り曲げといてください。それでこれやったら、右側やったらこっちの左側をやると、今こっち引っ張られとるんでね、鉢全体が。なのでまあその辺も無理やりやらずに、そういう鉢の都合っていうのもあるから、鉢が嫌がっとるというのか、力無理やりギュッと引っ張り上げて、自分の思うようにいっぺんに針金を正し自分の好みの角度にしようというのも、それは植物だといえども、やっぱりここら辺ね、強い場合、私はねこれを使うんですよ。あんまりちょっと強く引っ張る場合はここへこれをつけてね、でこうやると傷がつかんし柔らかいでね、これはな、植物といえども生きとるからね。それから今度若干こっちへこう力が右左こういう感じる時があると思いますが、右とか左と私はね、これがこうなっとると、できるだけこっち側から理解してもらえんかもしれんけど、こうキュッとこっちへやるように、そうするとまっすぐこうなるんですよ。皆さんにぜひこうやっていい盆栽を作ってほしいということですね。これはこの枝は先ほども説明しましたが、完成した時にはというのか、来年ここ切り落とす予定です。まあそういうね、予定も予定しとって、いやこのまま行くっていう場合もあるんですよ、本当に。はい、完成です。まああとね、これは来年出てきた都合だし、この辺がもうちょっと下がらなあかんし、最初のあれとは全然違うと思いますので、樹勢がみんな揃ってきた、これを棚っていうんで、こういうやつを、こういうことですわ。